切りながらチョキンと間にハサミを入れて切っていきます。ゴッと、これで完成です。三角ベラという道具を使って細工をしていきます。4等分にして間に線を入れてね、最終的に16枚の花びらにしていきます。丸棒というね道具を使って中から外に花びらを押し出していきます。表面を優しくなぞるように押し出していきます。可愛らしい白クマを作っていきたいと思います。白あんを包んでいきます。黒い羊羹は竹炭といって食べれる竹の炭が入ってるものを使ってるんですけど、こんな感じでね鼻とか目のパーツになります。じゃあねみかんを作っていきたいと思うので、まずは練り切りでね白あんを包みます。もういろんな大きさにね大小ランダムに線を入れていきます。貼り合わせてもう一度こんな感じでこれが皮になります。今から包んでいくんですけど、その前にこの片栗粉をですねこの身の部分にまぶしてから包んでいきます。これをひっくり返して上からかぶせるように包んでいきます。
ヘタの部分ですね。ヘタを仕上げるときにこうやって押してあげると、こういうふうにね、みかんのヘタが出来上がりますので、こういったいろんな道具も使いながら作業しています。皮の部分をひっかくようにこうギザギザギザっと剥いてあげると、みかんの完成です。小豆のあんこ、こしあんを包んでいきます。四隅までね、しっかり埋めてあげます。ひと手間加えてあげることによって、お菓子ってやっぱりその分こう美味しくなってくれたり綺麗になってくれたりってやっぱりちゃんと応えてくれるので、手は抜かないようにしてますね。柔らかさをねこう調整して、こんな感じでね貼り合わせてあげて、ここにすり込みます。すり込みという技法です。ちょっと下準備ですね。職人さんが作った道具をこう購入して使う場合もあれば、こう自分から一からこういう竹を削って自分で作る、手に馴染むように調整して作る道具とかもあったりしますし、あとこういうね既存で売っている道具とかでもこう自分でこうやすったり削ったりして自分のこう手に馴染むように、やっぱりこう手の大きさとか形が違うので、自分に馴染むようにこう調整して作るっていうのも一つこう職人としての大事な要素なのかなと思うので、やっぱりこう道具一個一個はとても大切に扱ってますね。スプーンとかでも削ったり角度を調整したりしてやってますね。この白い練り切りにねさまざまな着色をすることによって、我々和菓子職人ね、春夏秋冬四季を表現していくわけなんですけども、基本はこの練り切りを使って、和菓子上生菓子を作っていきます。5色の練り切りをですね中に配置して、これから包んでぼかしていきます。ね、こんな感じで5色を配置したら、少しね真ん中に寄せ集めるようにグッと入れてあげたら、手のひらの上に乗せて今から包んでいきます。中で色がねまだらに混ざらないように、こうやって白い練り切りで全部包んであげます。この状態でもう一度潰します。はい、こんな感じでね淡い色合いが出てきますので、これで小豆のあんこを包んでいきます。左手をですねコップのようにすぼめながら練り切りを上に、右手でね
あんこを中に入れていくと、こんな感じであんこがね中に入っていきますので、はい、これがね包むあんと書いて包あんという作業です。本来はねまん丸い、ピンポン玉のようなまん丸の形にするのが基本なんですけど、今回はねお山の形、山形に形を整えます。細工バサミといってね、製菓専用の非常に鋭いハサミなんですけど、このハサミを使って今から練り切りのね、花びらを切っていきます。切った先がね全て頂点に向くようにチョキチョキと切って、練り切りの、花びらを表現してるわけなんですけども、ハサミで切って菊を表現するのでハサミ菊という名前がついています。こうやってね、切りながらチョキンと一周ね、1段目を切ったらこの1段目の切った間にハサミを入れて2段目を切っていきます。この切るタイミング、それからこの、包んだ時の、この角度が、うまくですねこう合わさっていないと、こういうふうに切った時にねこう先端が尖らないので、やっぱりこう総合的なね、技術が試されるものになります。同じことを繰り返す、集中力と忍耐力と、それからそういったね綺麗に包むっていう基本的な包あんの技術ですね。試験の時は 250g っていうね非常に、大きい、もうお椀のようにね大きいハサミ菊を、決められた時間内にね、決められたこのハサミの段数で仕上げなきゃいけないっていう試験課題になります。なのでねこう1級の試験課題にもなるぐらい非常に技術を要するねお菓子になります。だんだん細かくなってくるので、上に行けば行くほどねより集中力が必要になってきます。だんだんね上がってきましたんで、さらにこの間にハサミを入れて切っていきます。ハサミで切ったところ同士がねぶつからないようにより注意を払いながらね、試験とかコンテストの時とかだともう本当の上の方を切る時はね息を止めるぐらい集中して、作業を行います。最後はね基本的に奇数で終わらせてあげると綺麗になるので、最後の1周は、3か5ぐらいでね5枚の花びらで終わらせてあげます。3、4、
最後を5と、これで完成です。和菓子でいろんなものができるんだよっていうところ、いろんな可能性があるんだよっていう魅力をこうね、多くの方に知ってもらえたらいいなというふうに思ってます。はい。若者の和菓子はね、まだねなんていうふうに言いますけど、こう和菓子のこういろんなね、さまざまなこう魅力を知ってもらうことによって、それをこう地域のね、じゃあちょっとなんか和菓子屋さん買いに行ってみようかなとか、和菓子食べてみたら意外と美味しい、もっと食べてみようとか、このお菓子どうなんだろうっていうふうに、なんて言うんでしょうね、和菓子の魅力を再認識というか、そういったふうに知ってもらう方がね多く増えてくれたらいいなっていうふうに思いますし、個人的な抱負としては、海外に自分が行って和菓子の魅力を発信することによって、海外でこういうふうに和菓子っていうのがこうなんて言うんでしょうね、こう認めてもらえたよみたいな感じで、逆輸入じゃないけど、そういったふうにこう日本人のね皆さんにも和菓子の魅力知ってもらえたらいいなというふうに思いますね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。